今もなお混乱が収まらないホームタウン問題。果たしてこの原因は何なのでしょうか。海外生活経験者の目線で考察してみたいと思います。こんにちは、ジャニンです。9月2日の産経ニュースの X のポスト、および産経新聞のネット記事にて、それについての社説が出ていました。まずはそれを一部抜粋してご紹介します。アフリカ各国と日本の地方自治体の交流を強化するもので、取り組み自体は悪くない。だが、アフリカ側では自国民を日本に移住させるかのような政府の表明や報道があった。千葉県木更津市はナイジェリアのホームタウンに認定された。ナイジェリア政府は日本政府が高い技能を持つ若者に特別なビザ制度を創設するとの声明を出した。山形県長井市はタンザニアのホームタウンに認定され、タンザニアの地元メディアが日本は長井市をタンザニアに捧げたと報じた。誤解に至らせた外務省や JICA の責任は極めて重い。猛省すべきであり、なぜこのような失態につながったのか、経緯を検証すべきだ。ふるさとを意味するホームタウンという言葉を使ったことも誤解につながった要因の一つと言えよう。産経ニュースでは、外務省や JICA はアフリカの該当国に誤解させた。そしてホームタウンという言葉がその要因の一つと述べています。猛省と経緯の検証をすべき。そしてホームタウンという言葉という指摘は同意できます。続いてもう一つ興味深い情報をお伝えいたします。カーネル・オタクゲートキーパーさんの X のポストです。日本政府はアフリカからの移民受け入れ計画に対し、日本国民から強い反発を受けた後、公式にその計画を撤回しました。そのアフリカボイスという方の投稿を受けて、カーネル・オタクゲートキーパーさんは、アフリカのレディットユーザーは、日本政府がアフリカからの移民受け入れを中止したことに非常に怒っている、と投稿しています。はい。ここまでを引用させていただきました。すべて確認されたい方は、概要欄のリンクからご覧ください。この2つの情報を見ても、外務省が会見で誤解をさせたという説明と、アフリカ側での認識に違いがあったことは事実ですが、いわゆる移民政策だという指摘はデマだという日本政府側の発表には疑いを持たざるを得ません。少なくともアフリカの認識では移民の受け入れ計画として話が進んでいたということです。これ日本政府とアフリカどちらが嘘ついてるんですか？日本政府はアフリカの該当国が嘘ついていると言いたいんですか？はっきり説明してください。一つ日本政府側を擁護しておきますと、世界各国は非常にしたたかです。そして基本ジャイアン気質です。あわよくば10本でも1本でも毛をむしり取るのが当たり前です。それが世界の常識です。日本の常識とは異なります。盗みは当たり前と思うくらい自然のことです。これは私が海外で何度も経験した事実です。日本のエリートは世界では通用しないこの当たり前がまだ分かっていないのではないでしょうか。これは私の個人的な意見ですが、産経ニュースの言うように、単に誤解を招いたホームタウンという言葉が悪かったというだけじゃなく、水面下で移民政策を計画していたと思う方が自然に思えます。もしこのような移民政策を水面下で進めていくようなら、必ず暴かれます。やるなら正々堂々とやってください。そこで国民から反対を受ければ潔くやめてください。もし外国人移民がなくなり、労働力不足に陥ったとしたらそれはそれで他の国内の政策で成果を上げられなかった無能な政府の責任であり、国民の責任でもあります。それはちょっと極論ですが、ただ、まだそちらの方がマシと言いたいわけです。最後にこの件について外国人から見たこの問題へのポストを見ていきたいと思います。CRAIGE さんのポスト。なぜ日本がアフリカの遅れた国々を立て直す役割を担う必要があるのですか？日本政府はそのお金を日本国民の生活を向上させるために使うべきです。全くその通りですよね。海外でも日本政府の行いは国民のためとは思えないようです。インベスチャーチワンデルさんのポスト。親愛なる日本の皆さん。あなたたちは清潔な国を持ち、礼儀正しい人々がいます。子供たちは学校や幼稚園に通うことができます。彼らを受け入れると、すべてを失うことになります。アフリカは日本よりもずっと広いのです。なぜ彼らは自国に留まらないのですか？
本当に日本を尊重し愛してくれている方々は、日本が日本でなくなることを残念に思っていることがわかりますね。そして、わざわざ日本に来る意図がわからないのです。これは裏でやましい何かがあるのではないか。そうじゃないと説明がつかない、という気持ちが垣間見えます。ゲラルト・オブ・ゴーニアさんのポスト。私は国が文字通りにも比喩的にも蹂躙されるくらいなら、尊厳を保ちながら、徐々に衰退する方がいいと思います。ありがとう。これは先ほど私が述べた意見と近いですよね。日本国民として江戸時代のような暮らしになるのならそれも良しかと思います。ザキラニスト・トランさんのポスト。日本政府が計画を撤回したのは良いニュースですが、注意が必要です。社会主義者たちは嘘をつくのが好きです。彼らは撤回すると言いながら、実際にはこっそり進めるかもしれません。彼らを信じてはいけません。海外の方はしっかりと冷静に物事を見ています。国民が声を上げている内容がデマだと一周し、逆に不信感が強まっています。さらなる原因追及と説明、そして今回の件の厳格な処分、そして白紙に戻さない限りは、これは移民受け入れ計画ではなかったんだ、と納得することはないと思います。最後にオーバーウォッチさんのかっこよいポスト。メイク、刀グレートアゲイン。刀？つまり大和魂を再び偉大にしよう。訳。まさにその通りです。もっともっと声を上げ本来の日本を取り戻さなければいけません。一緒に頑張っていきましょう。ということで本日は以上です。これからも私の実体験とその視点から利見を発信していきますので、ご興味のある方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また、皆さんの日本に対する思いや政策の評価、経験したことなどあればコメントで聞かせてください。ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。